はい、皆さん、こんにちは、ときまるです。ヤッホーみんな息してる。今日は久々に Q&A コーナーやっていきたいと思います。だいぶ時間が空いてしまったんですけど、今メンバーシップの方で、Q&A コーナーをですね、ライブ配信月1回やってますので、Q&A 好きな方は、ぜひそちらにも入っていただいてご覧ください。よろしくお願いします。いつも通りですね、ネスカフェ飲みながら、ラジオ感覚でお楽しみいただければと思います。もうながら聞き、もう大歓迎です。逆立ちしながら、ネットフリックス見ながら、ラルク・アンシエルのアルバムを聴きながらね、そしてディル・アン・グレイのライブも見ながら、でもいいですので、片手までですね、お聞きいただければ幸いです。いつも本当に面白いコメントとね、ツッコミを入れていただき本当にありがとうございます。大体私コメント読んでますんで。はい。まず一つ目。こんばんは。ときまるさんの影響を受けて YouTube を見ながらヨガを始めたのですが、おすすめのチャンネルや本などありますか？習いに行くのがベストだとは思うのですが、昔体が硬すぎるあまり、周りの視線を気にして、筋を痛めてしまって以来尻込みしています。はい。ということでありがとうございます。はい、そうですね。ヨガはやっぱり、僕がやっているのは今、アシュタンガヨガっていうものなので、これはもう基本的に厳格な決まりがあって、正式指導者から基本的に受けなければならない、指導を受けなければならないっていうふうなもう決まりがあります。で、結構、やっぱり怪我の予防とかの意味も含めて、スタジオに行くのが本当はベストですね。と言いつつも、この方書いてくださってるように、確かに初心者で初めて行って、体硬くて大丈夫かなみたいな思いってあると思うんですよ。で、僕自身ももう本当最初そうでした。というのも、その8年間、アシュタンガをもう2年ぐらいになるんですけど、その前はもう本当に自分一人で独学で、しかも YouTube を見て、太陽礼拝だけをやっていたからです。はい。もちろん本とかね、読んだりは参照したりはしてるんですけど、基本的には、最初は YouTube を見て太陽礼拝やりましたね。で、どのチャンネルかももう覚えてないんですけど、そのチャンネルは。ただヨガの先生たちがたくさんね、上げてると思うんですけど、僕は、そんなにだから YouTube を見てあまり練習することってないんですよ。あるとすれば本当にアシュタンガの一番のグルである、パタビジョイスさんが、1994年ぐらいに出している、オフィシャルビデオっていうのかな。ビデオを、そのままちょっと、ブートレックみたいな感じなんですけど、出してる映像があるので、それが、アシュタンガヨガのフルプライマリーの、実践ではあるとは思います。ただ、それも90年代にやられていたものなので、また今の実際のバリエーションっていうのはまた違ってたりするんですよね。なので微妙にポーズの抜けがあったりとか、カウントがいきなり合わせてやるの難しかったりするので、やっぱりですね、最初はもう恥ずかしくても先生のところに、ちゃんとした先生のところに行って、指導を受けて、そこから自分の自主練に入った方が圧倒的に、上達も早いし、メンタル的なものとか、あと不眠症の解消とかも書かれてますけど、そういうのにはね、役に立つと思いますね。なので、ぜひですね、信頼できる先生のところに行って、チャレンジしてみてください。今、東京だと、アシュタンガヨガのスタジオってたくさんあるんですけど、でも今最近オンラインクラスとかもあるので、オンラインで、受けるだけでもですね、全然違うと思います。で、オンラインだったら割と対面でできるんで、マンツーマンとかやってる先生たちもいるんで、恥ずかしさも和らぐかなと思いますね。ネスカフェの広告と時丸さんこんばんは。前の Q&A で多くのスニーカーなどを履いた経験があるとおっしゃっていましたが、ソールのリペアなど修理したことありますか？物の修理などの話も聞きたいです。私はスニーカーを直して履いたりしていましたが、直すのもなかなか高く、新品を買った方が経済的なのかも、と思って悩んでいます。はい。ソールのリペアは、レザーシューズ履いてた時だけですね。やったことがあるのは。なので、普通のラバーソールのスニーカーに関しては、私ももう、履き潰して処分するっていう方法をとってます。やっぱり構造上難しいんですよね。ソールを変えるっていうのが、ラバーソールは。で、結局、ラバーソールでもそういう専門的な修理で変えてくれるようなところはあるんですけど、結局、新品を買うのと同じくらいの値段になっちゃったりとかするので、はい。なので、ソールのリペアはレザーシューズに関してしか僕はやったことないですね。着用されているお洋服はどちらのものでしょうか？服紹介動画を上げているので、そちらをご覧ください。これは、はい。すいません。はい。それからですね、ミニマリスト Q&A、前回の Q&A で、プロテイン。最近医師から筋トレやプロテインを勧められます。時丸さんは筋トレなど興味ありますか？プロテインは何を飲んでいますか？ってことなんですけど、僕はですね、プロテイン飲んでます。で、ちょっとね、やめようかなっても考えてたんですけど、やっぱり1日のタンパク量を考えたときに、やっぱ足りてない、若干足りてないなっていう気がするのと、全然飲んでいて、むしろ調子がいいぐらいの感じなんで、続けてますね。
筋トレは今は、これも何度かお話ししてるんですけど、やっていません。もうアシュタンガヨガの練習だけですね。それがもうトレーニングになってるというような感じです。でもやっぱりこう、医師から勧められるっていうのは、多分それだけのその症状というか、多分タンパク質が足りてないみたいな診断だと思うので、これはまあ、勧められたらいいんじゃないですかね。トライしてみるのはね。はい。TY さん、こんばんは。私は冬服40着です。10倍返しです。ブルックス履かれていた頃懐かしいですね。っていただいてますね。はい。これは冬服4着で暮らすミニマリストの動画ですね。これに対するコメントで。はい。40着、10倍返し。うん、いいですね。でもまあ、冬服、まあ、服は、まあ別にいくら持っててもいいですからね。まあ僕は持ってないっていう、ただ発信をしてるだけで、発信というか、持ってないですよってことをお伝えしてるだけなんで。うん。まあ普通というか、まあ普通はまあ服ってみんなたくさん持ってるものだと思います。はい。まあこれはでもエクストリームミニマリストのね、チャンネルなのでね、そこはね、はい。ご勘弁なんですけど、ブルックスですね。やっぱりそう、ブルックスのシューズをまた履き始めたって話をしてて。で、これ多分懐かしいって書いてるってことは多分僕がその前に、一昔前にブルックスを履いてた時代の頃から多分知ってくださってるんでしょうね。はい、これも冬服4着で、アンさんかな。服選びの際はいつも何を参考にされているのですか？どうやってこういった商品を見つけてくるのか気になります。はい。そうですね。これ何を参考してるんだろうなって、自分でもこれ質問を聞いて考えさせられたんですけど、なんだろうね。でもやっぱりいろんな情報を得てますね。やっぱり僕は。そのカメラマン、海外の有名なフォトグラファーとか、あとはミニマリストの方もそうだし、あとは結構全く関係ないようななんか、その小説家とかね、小説家の服装とかって結構面白かったりするじゃないですか。で、なんかそういう、まあ、カメラマンもやっぱり参考になるかな。やっぱりとにかく僕の活動が、メインが、やっぱりそのハイキングとか、撮影とかってことになるんで、どうしてもその、まず動きやすい服装を、で、山の中とか寒いとことか暑いとことか、そのいろんな外の環境でも大丈夫、で、耐久性、で、雨のフィールドでも行けるとかね、なんかそういう汚れてもいいとか、なんかそういうところが条件になってくるんで、で、そういう服を着てる人たちっていうのは、やっぱりその、外で活動してるような人たちなので、そうですね。だから結構、まあ、例えばカメラマンだったらヨーガン・テラーとかマリオ・ソレンティとか、テリー・リチャードソンとか、まあ、海外のね、まあ、トップフォトグラファーみたいな人たちがいるんですけど、一時期はだからそういう人たちが使ってるブランドとか、そういう人たちの服を完コピしたりしてましたね。で一時期アシックスのスニーカーとかランニングシューズ履いてたことはあるんですけど、それは完全に僕ヨーガン・テラーからの影響で、で、ヨーガンのスタイルを見て、なんかサッカー T シャツみたいなものと、本当に、ランニングショーツ、なんか短くて蛍光色のね、ピンクとか緑とかの蛍光色のパンツ履いてたりするんですけど、それにアシックスのランニングシューズっていう、それでもうバシバシそのセレブリティを撮ってるような姿がむちゃくちゃかっこよくて、なんかそういうところからインスピレーションを得たりしてますね。で、あとはまあ山系の、YouTuber の方とかの、ギア紹介とかね、そういうのもたまに参考にさせてもらったりとかもしています。インナーに何を着ているのか気になりますって、まあ、同じ動画で書いてくださってるんですけど、インナーは、これも副紹介で、書いている、ヒアネスのドライウール T シャツか、パタゴニアですね、のキャプリンクールトレイルです、今は。トレイル最近、あれだね、やっぱ毛羽立ってきたね。もうまだ1年経ってないんですけど、やっぱりその毛玉みたいなのができてきてますね。まあ、それが若干気になるけど、全く使用感は問題ないです。はい。少ない靴で暮らすときに考えることでいただいてるんですけど、興味深い動画ありがとうございます。トレランモデルの靴をロードランに使おうとした時の弊害が出てますね。トレランモデルは一般的にアウトソールがロードモデルより柔らかく、硬いコンクリートの上で利用すると消耗が早いと聞きます。靴というのは自身の全体重を支え、硬い地面と反発し、かつ足裏に合わせてダイナミックな動きをアップテンポで四六時中繰り返すわけですから、まあ確かにその消耗が激しいと。で、TPO 的な考え方も意識しないといけないですしね、みたいなことを書いてくださってますね。はい、ありがとうございます。ただ私は、あれなんですよ。基本的にトレランシューズを履いて、で、ロードはあんまりランしないんですよね。東京の街中でも、街中のトレイルみたいなところを走ってます。だから、公園の中のトレイルだったり、河川敷だったりとか、その柔らかい場所を選んで走るんですよね。だから街中でもそういうロードの環境であんまり走らないんですよ。なんでまあ、そのヘリはだからそういうことで、だから走る場所をミニマルにしてるっていうのかな。環境を、だから結構山の環境に近いような場所で街中、標高が低いところでも走っているって感じですね。
はい。なので、全然トレランシューズで問題ないです。本当にあった怖い話で、これ面白かったんですけど、面白いコメントなんですけど、キャンドル持つ手がネスカフェと同じですねって。はい。もう多分こうやってネスカフェ持ってるのと、確かに、キャンドルをこうやって持ってたのが一緒だったっていうね。いや、すごい気づきだなと思いましたね、これはね。ありがとうございます。自分でも気づかなかった。もうネスカフェの持ち方になってたっていうね、自然に。で、本当にあった怖い話で、フランスからイギリスへ一泊二日の予定で遊びに行った時、私も手ぶらだったことから入管に怪しまれ強制送還されたことがあります。これすごいですね。まあでも、確かに言葉とかの問題もあるし、本当に手ぶらだったら強制送還あり得るってことですよね。で、しかも最近やっぱその世界情勢みたいなものが、やっぱりね、どんどん悪化してるというか、結構その制限とか、審査も厳しくなってると思うんで、なんか結構手ぶら旅行ってのはもしかしたら、怪しまれるかもな。今後、気をつけなきゃいけないかもしれないですね。エピソードの共有ありがとうございます。エクストリームミニマリストの始め方っていうちょっと前の動画なんですけど、素敵なリモアのスーツケースを手放されたのでですね、たくさんの思い出を共にしたものを手放すのは難しくなかったですかということで。はい、ありがとうございます。そうですね。多分、その手放した経緯みたいなものは動画の中で話しているとは思うんですけど、やっぱりその、思い出のものって確かに手放すの難しいんですよ。だから思い出のものの手放し方みたいなことも僕話してるんですけどね。やっぱ写真を撮るとか、で、それについてエッセイを書くとか、なんか文章を書いて、このものに対して自分はどういう思いを持ってやってきたとか、そういうことを書きながら、書いたりすると、自分の中の思い出が整理して手放しやすくなります。で、私はそのスーツケースは実際、後輩っていうか、知人にですね、渡したんですけど、その方は多分これからカメラマンとして活躍するような若手の方で、だから僕がそのスーツケースを持ってるよりも、その若手にあげてですね、で、その若手が成長していってくれた方が嬉しいので、なんで、全然もう渡しましたね。で、だから誰かに、それを欲する人っていうか、必要な人に使ってもらうっていうのが一番の自分にとっての貢献かなと思うんで、なんでもうリモアのスーツケース、僕買った時はあれ7万ぐらいだったんですけど、今20万とかになってますからね。本当に、最近の物価高騰と円安の影響もありながらね、ものすごく価格上がってるんで、だから全然惜しくはないですよね。もう、そういうのを手放し方っていうのをちゃんと自分の中でやりながら整理をして引き渡すっていう感じのプロセスを経て、やっています。はい。はい、ベストバイの動画で 400FD は 50g、マルチディッシュは 13g です。同じものを使っていますが、UL ポット600と重ねて水蒸気炊飯しています。田中さんは焚き火はやりませんか？おすすめの焚き火台と火ばさみなどの焚き火道具の話が聞けると嬉しいです。私は残念ながら焚き火はやりませんね。はい。友達とキャンプに行った時なんかは普通に直火での焚き火はバンバンやるんですけど、一人で山系、いわゆるその登山中のキャンプをやる時は焚き火はやりません。それは環境的な問題もあるんですけど、やっぱり道具が増えてしまう。こういうふうに焚き火台とか火ばさみとかっていうのが増えちゃうっていうのと、やっぱりその効率で、なるべくその寒い夜とかもう早く温まって早く寝たいみたいなところがあるんで、本当にもうミニマルなセットですね。ガスとバーナーと、そして 400FD って感じのシステムで今やっています。はい。いや、本当はね、なんかそういうちょっと、焚き火ギアとか確かに面白そうで、なんか最近100均とかでミニ焚き火台みたいなやつ売ってるじゃないですか、ネイチャーストーブの。ああいうのもね、ちょっと今気になってはいるんですけどね。なんか今年ちょっと、もう少しが暖かくなってきたら、なんか平地でのキャンプとかで試してみてもいいかなと思ってますね。時丸さん、寝袋はどこのものを使ってますか？私もミニマリストで、毎日寝袋で寝てるんですが、買い替えを検討していまして、寝心地なども教えていただけると嬉しいです。はい。これもですね、登山ギア紹介の動画を上げてるので、そちらをご覧ください。そちらで詳しく書いています。なんか iPhone の質問多いんですよね。なんかね、iPhone は何を使われていますかってね。なんで物を減らすの？そこに物があるから。いいですね。なんかいい言葉ですね。はい。ね、なんかそこに山があるから登るんだ。これだから何にでも適用できますよね。このフレーズはね。なんでネスカフェを飲むの？そこにネスカフェがあるから。とかね。はい。病気の時ミニマリストはどうやってサバイブするんでしょうか？素朴に興味があります。体温計がなくても大丈夫ですか？寝具は垂れていましたか？タオルとかはって書いてますね。はい。体温計は僕前持ってたんですけど捨てててなかったんで友達に借りました。寝具とかタオルは普通にありますね。なんでそれ使ってもうただ凍えてるだけです。はい。ただ凍えてるだけだしてね、本当に大変でしたよ。
ミニマリストだからもうそれしかやることがないんで、それだけやってサバイブしましたけど。まあ皆さん物を買わないチャレンジでね、結構いろいろ、乗ってくださって、私も始めますみたいなね、感じに書いてくださったりしてますね。はい、怖い話とはずれたコメントで申し訳ないのですが、自分もリッチー・ホーティンとデリック・メイ大好きです。共通点があってびっくりしています。大好きですよ。もうテクノ大好きですから、私は。うん。で、実際リッチー・ホーティンとデリック・メイ両方とも生でライブ行ってますからね。うん。もうデリック・メイのロングセットとかもう朝から、もう夜中から朝までデリック・メイで踊ってた時ありますよ、本当に。うん。あの時は楽しかったですけど。これだから新年の一発目の動画で、その病院の負担を減らしていただけたのです。自慢してくださいって書かれてて、はい。これチャーフィーさんから、いただいてるんですけど、これ本当になんか、これを聞いて勇気づけられましたね。うん。ありがとうございます。なんか自分も、そうやって病院に行かないことで、やっぱりもうものすごく電話して全く繋がんなかったんですよね。その発熱外来とかも。で、行ってもやっぱり2、3時間待たされるとかっていう話を聞いてたんで、それだけやっぱり病院の方々も年末年始で出勤して、で、対応されてるって方がいるってことですよね。だから本当にそれはもうすごいことで、尊いことで。うん、だからそれにね、もう行かずにね、病院に行かずに耐えたってことは、病院の負担を減らしたっていうことに、うん、まあ、ちょっとはなるのかなとは、まあ、思いましたね。はい。エクストリーム時丸さんのインフルエンザライフで何を使用されたか、購入されたか、ぜひとも教えていただきたい。うん、ナモさんからありがとうございます。で、これどうやって乗り切ったかというと、イブプロフェンですね。まず解熱剤のイブプロフェンを入れて、まあカロナールとかもあったんですけど、まあ僕はちょっと即効性を重視して、イブプロフェンが熱が38度5分ぐらいかな、を超えたぐらいで入れて、そしたら一時的に楽になるんで、楽になったら、ネットフリックスで、地面師たちとかはね、もうひたすら見て、ただまた熱上がってくるんで、そしたらこう、アクエリアスとか、そういうこう、スポーツ飲料水をガンガン飲みながら、うん。で、お腹が空いたら、ちょっとこう、栄養があるものっていうか、まあ、普段通りの食事。うん、なんか、オートミールとか野菜とか卵、溶き卵みたいなものをやったりとかして、で、食べて、で、それから、熱がまあ4日間ぐらいで下がったので、まあ、それを繰り返して熱を下げてから自分のその症状、その時はちょっと咳が出てて、まあ、割とその乾いた咳だったので、漢方の爆問堂々っていう漢方を近くのドラッグストアに買いに行って、で、それを朝晩、飲みながら、そしてまあ、栄養があるようなものをまた食べて、で、休んでっていう感じですね。なんで、使った薬は実際2つだけなんですよ。そのイブプロフェンと爆問堂々だけですね。うん。それだけで、まあ、5日間、6日間ぐらいかかりましたけど、なんとか今、全然元気になってます。はい。まあ、人によって違うのと、やっぱりその症状によっても、使う薬っていうのは変わってくるんで、まあ、自分でこう選んだりしてね。なんか最近その漢方が結構、だから、これ以来選ぶのが楽しくなってて、その葛根湯とか、まあ、いろんなその薬があるじゃないですか。漢方がね。だから漢方を自分のその体調とか体質とか症状に合わせて処方するみたいなのって、なんか結構面白いなと思って。で、フランスでは結構そのハーブ療法みたいなのがスタンダードだったりして、まずフランスの人たちってその、病気になってからいきなり病院に行くっていうことはせずに、そのハーブ専門店みたいなところに行ってハーブを処方してもらうと。だからでも日本ってやっぱりその、どうしても現代医療に頼りすぎてるんで、いきなり病院に行って、その科学的な薬みたいなものになってるんですけどね。なんかそういうところをもう少し体に負荷がないような形で治療できるようになったら、まあ自分で判断しながら、少しでもこう、なんか症状を和らげたりとかできるようになったら、なんかそれは一つの技術だなと思って、なんかそういうところにちょっと興味が少し湧いてきてますね、今。ミニマリストの始め方5フェーズ実践で、絶対ミニマリストですね。声が落ち着きますって。自分はミニマリストじゃないみたいな話を多分してたんでしょうね。絶対こいつミニマリストだろって。本当に、もうなんか部屋出てきた瞬間に、お前ミニマリストだろってなりますよね、普通はね。なんかそれがね、よく言えるなとか、まあ自分が言ってんですけど、なんか。はい。で、まあバーナーはどちらのものですかっていうのも書いてるんですけど、これプリムスですね。これもまあ、紹介動画上げてるので、そちらをご覧いただければと思います。はい、AI 時代を生き抜くために必要な5つのスキルで、スペインの方からいただいてるんですけど、で、僕ちょっとスペイン語ができないので、トランスレートジャパニーズで、お送りしますけど、AI 生存まとめに同意します。私はインフルエンザに罹患したことによる反省に魅了されています。私が出したところですね、多分ね。
すでに回復しているので安心しました。生き残ることに加えて人生はその微妙なニュアンスとインフルエンザを伴う毎日の練習ではありませんか。本業は心理学者であり、1年間極端なミニマリズムを実践してきたものとして、不確実性の問題は西洋社会の特徴であると言わざるを得ません。私が提供するケア、臨床分野でもそれが見られ、社会的スキルの欠如、紛争解決の下手さ、行動的及び感情的状態など、いくつかの有害な要因の引き金となっていますが、残念ながらそれは問題の一部です。文化的現実と社会、私たちは不確実性から逃れることはできません。私たちはそれを強化するために把握しなければなりません。そしてその強化とはあなたが言及した心理的強さを考えると私にとって非常に理にかなっています。そしてミニマリズムの実践により日常生活は波のように見えます。夏の真ん中、スペイン語を話すラテンアメリカからのチリからのハグをお送りします。チリからですね。確かにもう西洋社会全体の特徴であり問題であるということですね。不確実性の問題は。で、その中でやっぱりミニマリズムを実践していくことがどういうふうな役に立つのかっていうことを、この AI の回ではね、ちょっと考えてみたんですけど。で、この間もその AI を使ったもののセレクトについて話したりもしたんですけど、そういう実験をですね、ちょっと今後も今年はちょっとやっていきたいなと思ってます。コメントありがとうございます。物を買わないチャレンジの動画で、時丸さんの動画を拝見するようになり、今は毎日3個ずつのものを減らすようにしています。質問です。くだらない質問かもですが、もし大学に行かれていたら何学部でしたか？いつもいろいろなことに造詞が深く、教養深いと感銘を受けています。文学にも深い。かといって理論的で理系的な感じもする。カメラマンだから芸術系など勝手に考えていました。もし差し支えなければ教えてください。学部はですね、私人文学部ですね。人文学部の中の国際文化学科かな。そういうグローバル学科みたいな感じのところで、そこで文化人類学を専攻していました。はい。なんでもう、理系ではなくてガチガチの文系ですね。だから結構、やっぱその理系の考え方とか理論的な話だったりとか、プログラミングとかコード書いたりするみたいなものも、そういうのにちょっと憧れもあったりして、自分が全然できない分で。だからそういうふうなことを割とその独学で勉強しながら、そっちの知識も入れながらみたいな感じでやってますね。でもどうしてもでもやっぱ文系なんで、こういうふうに、皆さんにこの喋ったりとか伝えたりとか、そういうことの方が向いてるのかなとは思ってますね。はい、ミニマリスト Q&A で割と最近いただいたコメントなんですけど、メモなどに自分の持ち物を書いて数えたりするときに iPhone のフィルムまで数えますか？ iPhone にくっついていれば1個とカウントしますか？僕は iPhone、フィルム、iPhone ケースと数えるんですが、時丸さんはどうしていますかってことで、はい、谷さんありがとうございます。はい、そうですね。この数え方の問題っていうのは結構本当に人によって違うので、物によっても異なるので、結構難しいところではあるんですけど、で、僕自身は、まずその iPhone のフィルムはつけてません。で、ケースもつけてません。で、このですね、クレジットカードケースだけです。で、これApple Wallet なんですけど、でもこの数は数えてないですね。だから、1、2って数えずに、これで、もうこれで1個というふうに数えてます。だから、やっぱりどうしてもエクストリームミニマリストって言っても、その数っていうのは結構そのセットにしたりとか、で、どうしても例えばほら、テントとかね、僕が持ってるようなそのハイキングギアとかテントだけでは立てられないんで、それにポールがついたりとか、あとはペグですね、テントステークがついたりもするんで、だからそれらがないとテントとして成り立たないんで、一つでテントセットみたいな感じでカウントしたりしています。で、最近持ち物リストを更新しましたので、詳しくそっち見ていただければ、どういう風なまとめ方でやってるのかなっていうのはわかると思うんですけど、これだからもう厳密な決まりはないんで、もう自分自身のスタイルでいいと思いますね。もう他の、これまでのいろんなミニマリストの方たちのカウントを見てても、もうその共通点なんてないですし、で、本当に厳密に一個一個数えてもいいですし、でもそうすると数が多くなっちゃうんで、で、自分の中で把握しきれていれば、これは一つのまとまりだって感じで、もうスマホとこのカバー一つでスマホ一個っていう感じの数え方でもいいのかなと思いますね。炊飯器の動画で、これかなりいろいろ突っ込みいただいてるんですけど、薄暗がりの中20分間炊飯器を語る隣人がいることを隣の部屋の人は気づいているのだろうかと想像したらおかしくてたまりませんでした。いや、怖いですよね。隣のやつが20分間炊飯器について薄暗がりの中で話してたら、そんな隣人嫌だ。そんな隣人、私のことなんですけどね。
やだよな。こいつは、本当に。自分で見ても思いますもん。怖いわ、本当に。しょうもないことをダラダラと、本当に、誰だ、時丸田中だって。はい、その炊飯器の動画で、パリの方からいただいてるんですけど、はい、時丸、I'm a long time watcher of the channel, but I never took the time to leave a comment. I regularly watch your video to practice Japanese. I love minimalism related content and I like how you keep the editing simple. I got my first rice cooker for Christmas, so this one is especially useful. Thanks for your hard work and congratulations on nearing 10K subscribers. Greetings from Paris っていうね、レオナルドさんから、いただいてます。ありがとうございます。いや、だから、この炊飯器の動画が、ふざけた動画が、ね、一番最初の、もう、まあ、ファーストライスクッカーって書いてますよね。だからクリスマスに、一番最初のもう、ファースト炊飯器をね、手にしたと。ファースト炊飯器ですよ。だからそれがむちゃくちゃ役に立ってると。いや、だから役に立ってるんですよね。これはもう嬉しいですね、本当に。いや、でもしかもファーストライスクッカーって嬉しいでしょうね。僕はもうこれ、2代目、この炊飯器は2代目で、その前はずっとメスティンだったんで、しかも1代目は結構なんか実家から持ってきたような古い炊飯器ずっと使ってた時代があるんで、だから、確かに自分で炊飯器を買うのは、でも2回目かな。セカンドだね。だから、セカンドライスクッカーだね。for my life って感じだね。嬉しいですね、本当に。メルシー僕。ありがとうございます。エクストリームミニマリスト15個の持ち物で。持ち物はミニマム。話の長さはマキシマム。ありがとうございます。いや、話長いですよね、私ね。そう、物が少ないから、物少ないだけなんですよ。話は長いんですよ。で、これなんか、合言葉っていうか、なんかいいかもね。合言葉っておかしいか。合言葉っておかしいけど、なんか、キーフレーズみたいな感じあるかもね、自分の。持ち物はミニマム、話の長さはマキシマム。合言葉にしてもいいかもしんないよね。なんかこう、トン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 って来た時に、向こうが、こっちから、持ち物はミニマムって聞いたら、その入ってくる人が、話の長さはマキシマムって言ったら、ドアがバーンって開くみたいな。そういうなんか、合言葉にしたいね。持ち物はミニマム、話の長さはマキシマム。バーン。話の長さはマキシマリストとかって言ったら、それはもう正確にじゃないんで、それ間違えてるんで、ドア開かないんですよ。で、話の長さはマキシマム。ちゃんと言った人だけバーンってドアが開くっていう。そういうなんかアトラクションみたいな。まあ、ミニマリズムワンダーランドっていうのかな。全くネズミとか、なんかそういうこう動物とか全くいないような、もうミニマリストランド。何も面白くない。アトラクションも何もなし。本当に入ったらだだっ広いね。もう広場がバーンってあるだけ。でもその入るには、合言葉が必要みたいな。そういう、ちょっとまた夢できてきたな、なんか。はい。これちょっと面白かったんですけど、自分の中で。いつも動画ありがとうございます。ちょっと前から動画を見始めました。ハマってます。おそらくその副作用で、毎月楽しみにしていたふるさと納税の返礼品で欲しいものが全く思いつかなくなってしまいました。かろうじて上京一人暮らしを始めた一人娘のリクエストがあるので送っています。あ、そうだ。あればネスカフェにしようかな。でも1年以上持ってしまいそうですって。いや、これは面白いですね。見始めた副作用でふるさと納税の返礼品が欲しくなくなったって。ね。まあでも素晴らしいですね。娘さんのために、リクエスト、送ってあげるって。なんかまあ自分ではキープしないけど娘さんに送ってあげるっていうのはすごいいいですね。それはね。でも確かにそのネスカフェって、まあ僕も調べたことないけど、あるのかどうか。ふるさと納税で。でも大量に来ますよね、あれね。だからもう部屋の中がネスカフェで埋め尽くされるというか、こんな私の狭い部屋だと。1年以上持つでしょうね。でもまあ嬉しいっちゃ嬉しいけど、でもなんか、そんなに保存してても、質は落ちなさそうだけど、でも一応賞味期限あるんでね。なるべく僕はもう毎週っていうか、月に2回ぐらいかな。買って新鮮なネスカフェをいただいています。はい、トビーさんから、いつも動画ありがとうございます。質問です。時丸さんは宮崎の大学に通われていたとのことですが、なぜ宮崎の大学に決めたのですか？またご出身の長崎より宮崎は都会ではないと思いますが、都会の大学は考えてなかったのでしょうか？不審な質問ですが、教えてもらいたいです。そう、大学に関しては僕は結構消去法的なとこあって、まあいろいろなとこ受けてたんですけど、なんかそれがダメだったんですよね。なんか推薦とかいろいろ受けたりとかして、全然ダメで、
で、なんとなく、自分の趣味趣向っていうのかな。やっぱその英語とか、コンピューターとか、まあそういうなんかコミュニケーションとか、なんかそういうところが合致してたので、その宮崎の大学に行ったって感じなんですけど。で、そうですね、なんか都会の大学、やっぱその東京とか、ちょっとは考えてはいたんですけど、なんとなく自分の中でその、田舎から都会に出ていくときに、いきなり東京って無理だろうなっていう風な感じがあったのかな。でもその時は結構音楽しかやってなかったんで、なんかね、最初その、楽器を作ったりとか、そういうこうなんか自分の手に職をつけるっていうのかな。なんかクラフト系の学校に行きたかったりもしたんですよね。だから別に大学もそんな行く気なかったんですけど、なんかそういう流れで、まあ出会いがあって、出会いがあって宮崎に行ったって感じですね。でもものすごく良かったですね、結果的に。なんか宮崎に行ってないと、なんか今の自分は多分ないだろうなって。まあそれくらいのこう出会いとか、人とのつながりとか経験とか、そういうものをさせてもらった場所ですね、本当に。久々にちょっとね、宮崎も訪れたいんですけどね、なかなかタイミングがないんですけど、ちょっと今年もしかしたら、なんか行けるタイミングがあったら狙ってます。はい、そんな感じかな。で、どこのものを使ってますかみたいな、どこのブランドですかみたいなものは、持ち物リストを作っているので、そちらをご覧ください。そちらに全部記載しています。はい。今日はそのくらいで、皆さんいつもご視聴いただき、そしていつもコメント、ご感想いただきありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ファイファイ